こんにちは BR です。ずんだもんです。今回はテロ HS155、HS156 の3機種で画質の違いを比較したいと思います。年末の総集編を作っている時に画質の違いが気になったので改めて詳しく比べてみることにしました。各機体のビットレートはチャイロフロフのビデオ設定情報をもとに確認したのだ。ビットレートとは1秒間に転送または処理されるデータ量になります。1秒単位のデータ量と言い換えてもいいと思うのだ。テロは HD サイズで秒間30フレーム、ビットレート 3.5Mbps という構成で、数値だけ見ると控えめですが、強力な電子手ブレ補正のおかげで揺れの少ない非常にスムーズな映像を撮れるのが強みです。動画サイズが HD サイズのため、フル HD と同じビットレートと比べても高画質に保存することができます。しかし最大の弱点はマイクロ SD カード非対応であること。映像を Wi-Fi でスマホに飛ばして保存するため、電波干渉が起きるとビットレートが急落し、映像が激しくカクついたりブロックノイズで画面が破綻してしまうデメリットがあります。通信環境が良ければジンバル機並みの安定した映像が残せるのだ。 HS155 はフル HD、秒間25フレームで 4.7Mbps という構成です。テロと違いマイクロ SD カード対応しています。これにより通信環境に左右されず、ノイズのないクリアな映像を確実に記録できます。ただし注意したいのが機体の振動です。モーターの振動がカメラに伝わりやすく、映像が細かく震えたり歪んだりする現象が起きやすいため、スペック上の精細さは高いものの、物理的な揺れが画質を損ねてしまうという惜しい点があります。こんにゃく現象さえなければ一番綺麗な映像を残せるスペックなのだ。 HS156 も HS155 と同様にフル HD 秒間25フレームかつマイクロ SD カード対応のため Wi-Fi 転送のような映像の破綻とは無縁です。安定して最後まで動画を保存できる安心感があります。一方でビットレートが 3Mbps とフル HD を維持するには少し低めの数値に設定されています。そのため情報量が不足しがちで、草木などの細かいディテールや動きの激しいシーンでは HS155 と比較すると全体的に描写が甘く、海など常に動きがあるものに対してはよくブロックノイズが出ます。3機の中で映像がちょっと苦手なのだ。でも唯一のブラシレスモーターで壊れにくく安定して遠くまで飛ばせるのだ。結局どれが一番いいのだ。3機の動画を比較しみよう。トイドローンは何かしら欠点があるものですが、純粋な画質の良さでは個人的にはテローが一番良いと感じています。ビットレートは 3.5Mbps ですが、解像度がフル HD の約半分であるため、密度としてはフル HD の 7Mbps と同等だと思います。さらに明るい部分の描写が他の2機と比べるとちゃんと残っています。映像のホワイトバランスもとても自然だと思います。時点は HS155 ですが、モーター振動の対策が課題です。加工や工夫が得意な人はこの機体は面白い機体だと思います。このようにプロペラを動かさなければ、とてもシャープで綺麗な映像が保存できます。映像スペックが少し劣る HS156 は海などの動体撮影でブロックノイズが出やすいです。しかしスマートフォンでの視聴や低速での空撮なら目立ちにくいため、工夫次第で十分綺麗に記録できると思います。 HS155 と比べてホワイトバランスがより自然になった感じになったと思います。空撮ドローンと違ってトイドローンは工夫するのが前提ってことなのだ。自分もトイドローンを使って一番感じたところだね。
後空撮するときに太陽の位置を順光の向きで撮影した方が明暗差が少なくなるので綺麗に写せます。場所によっては逆光になる場合もありますが、その場合は時間をずらしてなるべく逆光にならないようにすると良いと思います。 HS155 の場合ですが、夕焼けなどの光が少ない場所で撮影するとシャッタースピードが遅くなり、こんにゃく現象が目立たなくなる場合があります。まあそういう工夫するところが面白くて楽しんでるところがあるけどね。今までの映像を見てて思ったのだけど、この3機の動画の画質ってそんなに大差なくないのだ。結果的にはそうですね。3機とも画質の差は多少なりありますが、空撮ドローン並みの高画質な映像は撮影できません。ただ個人的にテローが良かった理由として、他の2機と比べて色や明暗の階調が多いと感じました。これは動画編集で色調整するときにメリットになります。ホーリーストーンの2機はテローと違いフル HD で撮影できるため、実質的な映像のシャープさはテローより上だと思いました。結局どれが良いのだ。手軽に飛ばすなら個人的には HS156 をおすすめしますね。映像もスマホで見る分にはギリギリ綺麗に見えるクオリティだし、ブラシレスモーターと GPS 持ちの機体は安定して飛ばすにはメリットが多いと思います。 HS155 は工夫が得意な人向けで良いのだ。そうですね。HS156 がある今は HS155 のメリットは HS156 にない超広角レンズとビットレートの高さを活かせるための振動処理をどう工夫するか。すでにいろんな方々が YouTube で映像をアップしているので、それを参考に加工するのも面白いと思います。テローに関しては映像は良いのですが、機体の新品購入が難しくなってきましたね。アップ主はすでに3台トイドローン持ってるけど、3台分の金額で DJI、ネオとかホバーエアー X1 とか買ったらいいんじゃないのだ。ほら DJI ネオは本体だけだし、フライモアコンボとか買ったらもっと高いし、ホバーエアー X1 はさらに高いし。やっぱりお金か。ご視聴ありがとうございました。動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いしますのだ。